皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの東部戦線においてロシア軍の拠点とされていたリマンがいよいよ陥落のカウントダウンに入りました。今回の動画ではそのことについて解説するとともに、動員兵が戦場で確認され、すでに捕虜になった人物が出ていることなどについても関連として解説を行っていこうと思います。ロシアの無茶苦茶ぶりというものが非常に発揮されている出来事なので、プーチン大統領がいかに非道な指導者であるかを理解していきましょう。それではまずは戦況から見ていきます。こちらはウクライナの戦況地図です。ロシア軍が占領している地域が赤く彩られています。丸1は南部戦線、丸2は東部戦線です。東部戦線の動きが激しいので、詳しく見ていきましょう。こちらが9月28日時点における戦況地図で、赤く塗られたロシア軍の占領地域が大きく削られているという状況です。これだけでは少し状況がわからないので、その推移も何日か前に戻って見てみましょう。9月22日、23日、24、25、26、27、28、という具合にして、ウクライナ軍の進撃によってロシア軍の占領されている地域は徐々に後退しています。ロシア軍の拠点であるリマンは、その3方向がすでにウクライナ軍によって抑えられているような状況で、後方の都市へと撤退するのか、それともこのまま包囲殲滅されるのかが注目されているところです。なお、この地方におけるロシア軍はオスキル川を一つ防衛ラインとしてウクライナ軍の攻撃を食い止めようとしていますが、このリマンがほとんど陥落しているような状態ですので、すでにオスキル川を防衛ラインとすることは不可能だと言えるでしょう。ウクライナ軍の進軍に伴って街を奪還したという動画であったり写真なども数々公開されています。降伏した兵士たちの中には、つい最近プーチン大統領が部分動員令に署名すると発表してから以後の動員兵というものも含まれていました。今回ご紹介している動画は2つですが、このうちの左側の人は動員されてから6日で捕虜になり、右側の人は動員から3日でウクライナ軍の捕虜になったそうです。ウクライナ軍が順調に進撃できている背景として、ウクライナ側が航空優勢を維持している可能性があるということは以前の動画で解説を行いましたが、今回ご紹介する動画においてもそうしたことを垣間見ることができます。ドローンが観察しているその目の前でウクライナ空軍機が地上攻撃を行い、それをドローンが改めて戦果を確認しています。ロシア軍の戦車を破壊することに成功したようです。このようにドローンで観察を行っているということは、ロシア軍がドローンを見つけることや撃墜することができていないことを示していますし、ウクライナ軍の空爆というものが成功していることも、これまたロシア軍の防空網がこの地域においては存在しない可能性を示しています。ロシアにとってはドネツク州を攻略するにあたってイジュームとリマンは2大拠点でした。北から南へと進軍し、ドネツク州を攻略しようとしていたのです。ドネツク州はすでに南方から攻め上がってくるロシア軍をかなり抑え込んでいますから、北からの圧力を受けるいわば挟み撃ちのような状態というものを何とか解消する必要がありました。この秋における電撃戦によりイジュームを奪還し、そして現在進行形でリマンの奪還も時間の問題となった以上、すでにこの地域における主導権はウクライナ軍にあると断言してよいでしょう。そしてリマンが陥落した暁には、もはやドネツク州の攻略はロシア軍にとっては不可能になったとすら言えるのです。また、オスキル川を防衛ラインとして何とか持ちこたえていたロシア軍なわけですが、日々戦線が後退している様子から見ても、現在のウクライナ軍とロシア軍のその戦力比としては、現地では明らかにウクライナ軍の方が優勢となっています。そして今回ご紹介したように、戦線に動員兵が現れ始めました。当初は2週間の訓練を行ってから戦場へ送るという話もあったわけですが、ほとんどの場合そうではなかったようです。2週間ですら私から見れば圧倒的に訓練期間が少なすぎると思うのですが、人によっては訓練期間1日で前線を送り込まれたといった話などもあって、本当かなと少し私も疑っていたのですが、捕虜の話によると実際にそうだったようです。今回ご紹介した捕虜というものは、動員から3日で捕虜になった人、動員から6日で捕虜になった人、この2人の動画を取り上げたのですが、どちらにしてもやはり2週間の訓練期間などは一切なく、あっという間に
日常生活から戦線へと投入されてしまった人たちです。当然のようにこのような人たちが兵士として一人前なわけがなく、周りに引きずられるような形で銃は撃つんだけれども、当然のように戦いの素人丸出しであっという間に捕虜になってしまったというのが実際のところでしょう。また、そうしたことはプーチン大統領にしてみても別に想定内だと言われています。なぜならば、もうすぐ秋が終わり、冬がやってくるねという時期なわけですが、防寒具の用意などは自分で何とかしなさいと言われる人が続出しているようです。これは動員する側のロシア政府側としても、今動員された人々が冬までに果たして生き残っているかどうか、かなり疑問を持っているからでしょう。ロシアの冬は非常に厳しいものです。歴史上、ロシアの冬の寒波には冬将軍という異名があります。古くはナポレオンのロシア攻略を破綻させ、20世紀においてもドイツ軍のモスクワ攻略を阻んだ厳しい寒さです。もちろんこれらの地域に住んでいる人ですから防寒具を用意しろと言われれば用意できるわけですが、しかしそれは軍服ではありませんから、例えば蛍光色かもしれませんし、激しく動くことを想定していないモフモフの防寒着であることも珍しくはないでしょう。ですから戦闘には全くそぐわない服装になることが考えられるわけです。そうしたわけで本来であれば軍の方から防寒着を用意すべきなのですが、そのようなことを行わないといったことが多発しているのも、今動員した兵士たちが戦場に送られれば、ウクライナ軍にとっては格好の標的にしかならないとある程度理解しているからでしょう。そうした意味では、動員がかかっている多くの人たちにとって、現在の戦線に送り込まれるこの状況というのは、地獄行き列車の待合室に生かされるようなもので、とても生きた心地はしないでしょう。ただし、この点に関しては、ロシア正教会のキリル総主教は、ウクライナとの戦争において、戦って死ぬことは、あなたの罪が全て許されるような、いわば、自らを犠牲とするような行為であり、存分に戦ってこいといったような話などを行っています。ロシア正教会のキリル総主教は、プーチン大統領にとっては非常に近しい人物だと言われています。これもまた、私のチャンネルではすでに解説済みですが、ロシア正教会はプーチン大統領の侵略行為を大いに賛同し、ウクライナの人たちを苦しめることを奨励しています。総主教にしても、動員された人々の余命が短いということをある程度分かっているからこそ、戦争で亡くなったら、これまでの罪を全て洗い流されるなどという話を改めてしたのでしょう。状況が状況ですから、今動員されて戦場に送り込まれれば、訓練もほとんどされないままに矢面に立たされて、あっという間に亡くなってしまうかもしれないという状況に気づいている人はたくさんいます。ですから現在ロシアから国外へと脱出する人々というものも非常に多くなっています。ロシアとの近隣国においてはヨーロッパ側はすでになんとかこれを食い止めようとしていますが、一方において旧ソ連構成国やもしくは交友のある国などにおいては、まだまだ国境が閉ざされておらず、逃げ出す人々を受け入れています。ロシアとジョージアとの間における国境においては、車の渋滞は20キロへと到達し、ほとんどの人が車を捨てて歩いてなんとか国境越えを果たそうとしているような状況です。関連して、ロシアの隣国であるカザフスタンのトカエフ大統領は、現在招集をかけられて、多くのロシア国民が不安を持っている。これらの人たちの中から逃げ出す人たちがいるのも当然で、カザフスタンとしては、こうした逃れてきた人々をなんとか保護し、ケアしていかなければならないと、ロシアの報道に話しているそうです。ロシアの近隣国は、ロシア軍があまりにも戦場で苦戦をしていることから、ロシアとの距離を取る国が多くなっており、カザフスタンは逃げてくる人々を保護することによって、これらの人々の支持を受ける形で、カザフスタン経済に逃げてきた人々を組み込みたいという気持ちがあるのかもしれません。最後に少しだけ余談をしておきましょう。こちらはロシア軍の対空兵器からミサイルを発射している場面です。何発も何発もミサイルを発射しているわけですが、最後にはオチが待っています。上空に向かって発射していたミサイルなのですが、最後の一発は水平射撃に近いような形で発射しています。映像が残っていることから撮影している人は生き延びたと思いますが、巻き添えを受けた人たちもきっといたことでしょう。というわけで今回の動画はここまでといたします。ウクライナの東部戦線においては、いよいよロシア軍の拠点とされていたリマンの陥落が間近となっています。これに伴ってドンバス地方の攻略は不可能となるでしょう。そしてウクライナ軍の進撃を何とか遅らせようとして、動員兵が訓練のほとんどされないままに戦線へと投入され始めています。
しかしこれらの人々がまともな戦力として機能することはあまり考えられず、これらの人々がどんどんと犠牲になるということも十分考えられます。プーチン大統領のやっていることというものがどれだけ恐ろしいことか、ロシア国民はもっと知って、この政権を止めるか、そもそもロシアから出ていくか、どちらか選択すべき時でしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。